Welcome Access チャンネル。今日は What's in my bag 国木田サイラと申します。モデルです。日本とイタリアのハーフです。今日のバッグはイタリアのバッグなんですけど、プラダのバッグです。このバッグは13年15年前に買ったバッグです。今仕事で使ってるけど、前は学校に持ってたバッグなので、サイズ的にも本も入るサイズで結構気に入ってます。私の場合はバンバン物を買うよりっていうよりはやっぱり好きなものを買うこと、ずっと使いたいのでいいものを買うのをすごい大事にしてます。面白いものも入ってると思います。仕事のバッグなので結構サイズ的にも便利でリアルのバッグなんですけど、すごい可愛いデザインだと思います。今もうないデザインで、なんかそういうのってコレクターのところもあって楽しいと思います。仕事のバッグなのでサイズ的にまずコンピューターが入るバッグです。このコンピューターも結構前から持ってるんですけどはい、コンピューターです。あとは仕事にとって大事なものは、実は正直みんななんか女性の場合だとお財布とかにも綺麗だしバッグも綺麗なんですけど、よくなんかペンって別になんかホテルのペンとか駅で買ったペンとか多いんですけど、今日はモンブランの、ペンです。なんかコントラクトとかあったらかっこいいペンはものすごい大事だと思います。そういうとこにやっぱりエフォートもかけない時もあったんだけど、やっぱり大人になって綺麗なペンは欲しいってずっと思ってたし、ママがずっとモンブランのペン使ってるので、結構お母さんが周りにいてくれる感じです。あとはもちろん携帯電話です。ちょっと使いすぎの携帯電話です次は名刺入れです。この名刺入れも結構前から持ってるものなんですけど、5年ぐらい前に買ったものなんですけど、バレクストラ、イタリアのブランドのお財布です。実はこれお母さんにちょっと怒られてたことあって知らなかったんですけど、日本って赤いお財布あまり良くないって言いますよねだけど大丈夫そうですで次がリップボーム、グロスなのかな、ルブタンのリップグロスも実はもう一つ買わなきゃいけないんですけど、香りもローズの香りですごい大人っぽい香りなのかな。あと色もすごいナチュラルでヘルシーで、毎日をなんか元気に見えるために使ってます。で次がイヤフォンです私ぐらいなのかな、こういうまだラインがついてるイヤフォンを使ってる方。実はずっと AirPods 使ってたんだけど、私だけなのか分かんないけどいつも一つしかついてないので、性格的にこっちの方が私にとっては便利です次が、シャネルの、アイシャドウなんですけど、正直アイシャドウの部分はあんまり使ってないので、鏡のために使ってるので、バッグから出す時に綺麗な鏡も、私の中では大事だと思います。次は、プラダの、サングラス。これも結構前から持ってるものなんですけど、これ3年前4年前に買ったんだけど、バッグの色とも似合うし、実はサングラスしないとシワになります光が目から入るとそっちの方が日焼けしやすいっても聞いたし、目をずっとこうするとシワになるので、正直ちょっとクール感も出てくるので、サングラスは結構持ってることは多いです。次がこれお誕生日にもらったものなんですけど、ルイ・ヴィトンのケースになってるんですけど、中にはフランスから持ってきたミント。私にとってはミントはマナーですやっぱり自分に自信を持つことはすごい大事だと思うんですよね。仕事の時にやっぱり自分のことをフレッシュに感じたいから、ミントはいつも持っております。次がリップボームです。これはタッチャーのリップボームなんですけど、色は欲しくない時このリップボーム使ってます。今冬なのでカサカサのリップはまず痛いので、またフレッシュ感が欲しいので、これを使っております。次はコームです。ミーティングに行く前に、コームは絶対使いたいので、木のコームって髪が傷まないって聞いたんですけど、本当なのかよくわからないけど、セルフケア、セルフメンテナンス、ミーティングに行く前にこれが全部揃ってると、自信を持って、ちゃんと仕事をできると思ってます。私の場合は
いいものを買いたい。20代の頭の時はどうしてもファッションをフォローしたい、トレンドをフォローしたいっていう感覚だったけど、大人になったので、居心地がいいものとかいい生地のものとか、あとずっと使えるものをすごい大事にしております。で今の場合はジェン Z とかすごいサステナビリティにも力入れてるんですけど、それはすごいいいことでもあるし、ずっと使えるものって結構あるので、トレンドも変わんないピースもあるので、それでも全然私は自信持てます。私のファッションは結構シンプルなんですけど、それはパリの影響はあると思います。パリジェーヌってすごいシンプルだし、いつもすっぴんな感じでレザージャケットかブレーザーなのか、私のスタイル自体は、ちょっと男性らしいところもあると思うんですけど、アクセサリーをするともうちょっと女性らしくなるのかなって思っております。時計っていうものは、ステータスのものだけじゃなくて、もちろんそういう考え方もあるんですけど、綺麗なものだけじゃなくて時間を持つものなので、やっぱりそれも深いと思います。例えばお母さんにもらった時計とか、おばあちゃんから来てる時計とか、一つのものにお母さんとおばあちゃんの時間が入ってるイメージで私は思ってるので、すごい時計は特別なものだと思います。時間を持てるものってあんまりないので、物はどうしても買えるのでお金は入って出るんですけど、時間は戻ってこないものなので、それが一番プレシャスだと思います。だから時計はスペシャルだと思います。はい、今日はこれが私のバッグの中身でした。ありがとうございました。今から世界中から持ってきた宝物をご紹介したいと思います。このグラスは、クリスタルなんですけど、フランスのボカンで見つけたものなので、実は私の場合テーブルウェア気持ち悪いぐらい集めてるので、アンティークが大好きなんですよね。うちのママもずっとアンティークを、コレクターとして買ってたので、テーブルウェアってなってくると、やっぱりフランスのクリスタル、イギリスのシルバーウェア、あとポルセレンとかもイギリスのものがすごいいいので、ヨーロッパのテーブルウェアはやっぱり私の中でとっては、マストだと思います。で次は、これはドイツから来てるものなんですけど、ババリアから来てる、コーヒーカップ。カップ自体がものすごい可愛くて、このプレートは私よく使ってるんですけど、そのためにできてないものなんですけど、パンを入れてます。だからもうセッティングを全部やって、パンのために使ってるんだけど、実は、コーヒーのセットです。お茶のセットでもないので小さいカップなので、コーヒーです。次はこれトルコから持ってきたものなんですけど、これもアンティークでお水入れるものなんですよね。アンティークなので壊れてるので、お水のためには使ってないけど、例えばドライフラワーとか入れてます。トルコの場合はこういうマーケットとかに行くとネゴシエーションしなきゃいけないので、どうしても値段はプッシュしてください。普通にカルチャーとして大事なものなので、全然それはトルコの場合は OK です。次は私にとっては結構スペシャルなものなんですけど、6年前にモンゴルに行ったんです。実は子供の時からずっとモンゴルに行きたかったので、なんで行きたかったかよく分からなかったんですけど、ずっとやっぱり乗馬も大好きだし、自然も大好きだし、私の中では天国っていうイメージは本当にモンゴルの自然ってずっと思ってたので、人生でちょっとチャレンジングな時にあって、もう大人になったからもう行きたいとこに行くってなった時に、ファーストの旅がモンゴルでした。仕事以外プライベートで行ってきたので、これフルシルバーのものなんですけど、何だと思いますか？これが実は開くんですよね。でモンゴルの場合は、ここに草を入れて、その草を燃やすんです。でその草を燃やすことで、まずいい匂いになるっていうのもあるんですけど、悪い気を、プッシュアウェイするためにできております。もちろんその草は持ってこれなかったんですけど、これは私にとっては結構スペシャルなものなので、次の家にもずっと
これはどっかで飾っております。私にとっては物だけじゃないので特別のメモリーです。はい、これが世界中から見つけた私の宝物です。今日はありがとうございました。